外協力隊巡る平和の思いつなぐ未来千羽鶴奉納イベントを始めさせていただきます。広島は被爆の経験を踏まえ、世界へ平和の尊さを発信してまいりました。今回奉納される千羽鶴は、JICA 海外協力隊員がパラグアイで開催した平和展を通じて、現地の高校生や日系社会の皆様と共に作られたものです。両国に共通する平和への願いを象徴しているのです。この平和への思いが人から人へと受け継がれ、巡りながら未来へつながり、両国の友好と平和の絆がさらに深まっていくことを願っております。被爆地である広島市出身というところで、広島で学んだ平和の大切さをパラグアイでも伝えたいという思いで平和展を開催させていただきました。内容としては展示であったりとか講演だったりとか、広島や長崎の被爆の実情を伝えさせていただきました。また、千羽鶴を折っていただいたり、平和への寄せ書きをしていただいて、平和について考える機会を設けさせていただきました。4都市での来場者数は合計1080名となりまして、多くの方々に平和への思いを届けることができたかなと思っています。本日はこの4カ所の開催地の皆様から報道に向けたメッセージをいただきましたので、ビデオを流させてもらいたいと思います。皆様、こんにちは。パラグアイピラポ日本人会会長の中村健二です。この度、ピラポのみんなで心を込めて折った千羽鶴を広島平和記念公園へ奉納していただけることを大変光栄に思います。この機会を作ってくださった元 JICA 海外協力隊員の只野杏奈さんをはじめ、関係者の皆様に心より感謝申し上げます。私自身も7年前に広島平和記念公園を訪れ、原爆ドームや平和記念資料館を見学しました。その時に感じた思いは、これまでの人生で経験したことのないものでした。戦争の悲惨さと平和の尊さを深く胸に刻むとともに、平和は決して当たり前ではなく、一人一人が大切に守り続けていかなければならないものだと強く感じました。その後、只野さんがピラポ日本人会で開催してくださった平和展では、多くの子どもたちや地域の皆さんが平和について学び、それぞれの願いを込めて千羽鶴を折りました。この千羽鶴には命を大切にする心、争いのない世界への願い、そして未来の子どもたちが平和な世界で暮らしてほしいという思いが込められています。遠く離れたパラグアイ、ピラポから届けるこの千羽鶴が、広島で平和への祈りの一つとなり、日本とパラグアイを結ぶ架け橋となることを願っています。広島の皆様、日本の皆様、これからも共に平和な未来を築いていきましょう。ありがとうございました。スペイン語で平和のことをラパスと言います。ラパス移住地という名前は、広島県からの移住者がこの地が平和であることを願って付けられたと伝えられています。入植して70年余り、大きな争いはなく平和に暮らしてきました。平和であることを当たり前の日常と思って暮らしている者には、よその国で戦争が起きてたくさんの人が殺し合っていても、それを自分の痛みとして受け取ることはできません。この度の平和展を通じて、ラパスの子供たちが千羽鶴を折り、それが広島平和記念公園に奉納され、平和を願う人々の活動に参加できることを大変嬉しく思います。平和運動が実を結び、世界中に平和が訪れることを願っています。パラグアイラパス市より。こんにちは。私は、パラグアイの南部にあるラパス移住地に住んでおります、河野聡と申します。現在、83歳で、この地で、パラグアイ広島県人会
会長、あるいはパラグアイ日系老人クラブ連合会の会長などを務めております。どうかよろしくお願いいたします。一昨年、アンナさんがこの地で平和展を行いたいということで協力してほしいというお話をいただいて、少しお手伝いをさせていただきました。その際、タラルさんからの原爆についてのお話を聞いたとき、私自身が、広島出身でありながらほとんどのことが分からず本当勉強させていただきました。平和が大切だということは私も十分分かってるんですけど、ただ詳しいことは分からずそういうように思っておりました。その際、平和展でタラルさんの説明を聞いて本当に納得しましたし、なんとか世界平和が訪れることを私も願っております。ちょうどその平和展の最中に、ノーベル平和賞が被爆団体に贈られたっていうのを聞きまして、本当なんか不思議なご縁を感じたものでございます。その平和展で講義をしていただきましたことについては、私が老人クラブ連合会の方で、担当している関係で、長寿会解放という本に只野さんの講義を載せていただきまして、パラグアイの日系人に読んでいただきました。本当にありがたいことでした。選抜図を折ったり寄せ書きをして、広島に送りたいから一つ皆さん協力してくれというお話をいただきまして、私ども大人はもちろんですが生徒や児童の皆さんも寄せ書きや選抜図を作っておりました。それを今度広島県の方に奉納していただくということで本当に嬉しく思っております。私どもの大した活動ではございませんが、そうした活動が少しでもお役に立てればこの上ない幸せです。こんにちは。パラグアイエンカルナシオン領事事務所の熊倉と申します。昨年広島への原爆投下80周年を記念する平和展が JICA 海外協力隊や日本人会の方々のご協力で開催されました。遠く離れた南米の地でパラグアイの皆様が折った千羽鶴にはもう二度と不幸な出来事を繰り返してはならないという強い祈りが込められています。どうか世界中の人々が戦争を知らず笑顔で未来を語れる日が来ることを心から願っております。この度平和展を開催していただき心より感謝申し上げます。私たちはパラグアイエンカルナシオンでこの展示を拝見し、戦争の悲惨さ、命の尊さ、そして平和の大切さを改めて深く学ぶことができました。展示されていた一枚一枚の写真や被爆者の方々の思いは私たちの心に深く刻まれました。そして平和とは決して当たり前ではなく、一人一人が守り次の世代へ受け継いでいかなければならないものであることを強く感じました。またみんなで心を込めて折った千羽鶴には世界中の人々が平和に暮らせますようにという願いを込めました。一話一話に込めた祈りが広島へ届き、未来への希望となることを願っています。日本とパラグアイは遠く離れていますが、平和を願う心に距離はありません。この平和展を通して生まれた絆を大切にし、これからも互いに学び合い支え合いながら平和な世界を築いていきたいと思います。広島から発信される平和への願いがこれからも世界中の人々の心に届き続けることを願うとともに、私たちもその願いを未来へつないでいくことをお約束します。心からの感謝を込めて。日本の皆様、こんにちは。パラグアイのアスンシオン日本人会会長の諸橋洋介です。この度、昨年アスンシオンで開催した平和展にて、みんなで折った千羽鶴が広島に届けられ、8月5日に平和記念公園に収めていただけると伺い、大変嬉しく思っております。一般来場者だけでなく、今回は日本語学校やジャパン文化教室の児童生徒の皆さんにも写真展や只野様のご講話を通して戦争の悲惨さと平和の尊さを伝えていただきました。皆さんで折った千羽鶴に込められた平和への願いがまた広島から世界へ広がり、
戦争のない平和な世界の実現につながることをアスンションの日系社会一同心より願っております。最後にこのような貴重な機会を作ってくださった JICA 関係者の皆様、タラノ様をはじめご尽力いただいたすべての皆様に改めて心より感謝申し上げます。ありがとうございました。日本の皆様、こんにちは。パラグアイの河野すずです。この度、私がパラグアイでかからせていただいた平和展でおられた千羽鶴が日本の平和記念公園へ奉納していただけると聞き、大変嬉しく思っております。平和展では戦争の悲惨さや平和の尊さについてたくさんのことを学びました。また私が開催する側に立ってみて、平和への思いを次の世代に継承していく大切さ、それと同時にその難しさを実感しました。平和展には多くの日系人やパラグアイの方が足を運んでくださり、一羽一羽の折り鶴に平和な世界であってほしいという願いを込めて折ってくださいました。その鶴が広島へ届くことは、私たちの思いが日本の皆様へつながるように感じられ、とても感動しています。私にも広島にルーツがあり、このような形で広島とつながれることを大変嬉しく思っております。そして広島の皆様が伝えてこられた平和への思いを地球の反対側にあるパラグアイからも伝え続けるお手伝いができればと思っています。最後にこのような貴重な機会をいただき、本当にありがとうございました。パラグアイから広島へ届けられた一羽一羽の折り鶴が平和への願いを未来へつないでいってくれることを心より願っています。ありがとうございました。皆さんのメッセージがね、見えない。はい、そこがね。3、2、1. La paz comienza con una sonrisa. Ah. 今年、日本人のパラグアイ移住90周年という大きな節目な年を迎えます。90年前、広島をはじめ、多くの日本の方々が新たな希望を胸に海を渡り、遠くパラグアイの地に下ろしてくださいました。幾多の困難を乗り越えながら築かれたその歩みは、今日、両国の揺るぎない友情の礎となっています。そして今、このご縁は、一羽一羽の折り鶴となって、再び広島へ帰ってきます。私自身、日本からパラグアイへ渡った移住者の子孫の一人として、そして、今日パラグアイを代表する大使として、この場所で皆様と共に平和への祈りを捧げられることを人生における大きな名誉の一つと感じております。私にとってこの折り鶴は単なる紙ではあります。90年前に海を渡った先人たちの感謝であり、平和を願う子供たちの祈りであり、そして未来への希望そのもの。広島出身の田野さんは、ご自身の故郷が歩んだ歴史を、一人でも多くのパラグアイの人々へ伝えたいとの強い思いから、平和展をピラポ、ラパス、エンカルナション、そして首都アスンションの4都市で開催してください。その思いは、多くの高校生や日系人社会の皆様の心を動かします。そして、田野さんが帰国された後も、その思いは消えることなく、高校生たちは自ら平和展を企画し、開催し、
400名を超える方々が代表された。平和への願いは、人から人へ、そして世代から世代へと受け継げられていくんだと、私は改めて。パラグアイもまた、その歴史の中で戦争によって国土が荒廃し、多くの尊い命を失うという国家の存亡にも関わる深い悲しみを経験している。だからこそ、広島が世界へ発信し続ける平和の願いを、私たちは決して他人事ではなく、自らの願いをとして受け止めて、平和とは過去を忘れることではありません。その記憶を未来への責任へと変えていきます。今日ここにこのしました折り鶴は、広島とパラグアイ、日本と日系社会、そして二つの国の未来を静かにつないでおります。その祈りは、佐々木貴子さんをはじめ、原爆によって命を奪われたすべての方々への追悼である同時に、未来を生きる子供たちが二度と同じ悲劇を経験することのない世界への誓いでもあります。JICA の皆様、そして只野さんをはじめ、長年にわたりパラグアイの人々に寄り添い、友情と平和の架け橋となってくださった海外協力隊の皆様に、パラグアイ国民を代表して心より感謝します。最後に一つだけ申し上げたいと思います。90年前、日本からパラグアイへ渡った先人たちは希望を運びました。今日、パラグアイから広島へ届けられた折り鶴は、その希望への感謝を運んでいます。そして、広島から世界へ広がる平和の願いは、未来を生きる子供たちへの希望となって受け入れられていくことを、私は心から願っております。どうか、この折り鶴が広島から再び世界へと広がり、日本とパラグアイ、そして世界中の人々を結びつける希望の架け橋となりますよう、心より